この動画はストーリーの途中です。最初から見たい場合は概要欄またはチャンネルページの再生リストからご視聴ください。なお、外国語に対応した字幕をつけておりますが、自動翻訳ですので、精度が低いことをご理解ください。それでは、本編をお楽しみください。たっだいまここでやってきたお母さん。夕飯が終わり、レイは風呂へ、俺たちは後片付けをしていたら、元気な声。母さん、お帰り、珍しいね。浮かれた声に出迎えれば、普段は駅の近くに住んでいる母さんだった。酒臭い、これは帰りに飲んできたな。そうきたか。まあね、たまには可愛い千歳ちゃんと息子の顔見ておきたいし。息子よりも、姉さんへの愛が大きいのもいつものこと。お久しぶりです、おばさん。おー、千歳ちゃん、いつもこいつのことありがとね。はぐーおばさんもお疲れ様です。酔っ払って抱きつくのは、昔からなので、姉さんも慣れたもの。何か食べます？お茶漬け的なもの食べたい。わかりました。ちょっと待っててくださいね。姉さんが素早く残りご飯を取り出して、お茶漬けの準備を始めてくれる。慣れてるな。あ、風呂は今、レイが入ってるから。シャワーの音したからわかってる。言いつつ、冷蔵庫に入れっぱなしの缶ビールを取り出し、早速開けていた。入っとるんだ。飲んできたんじゃないの？向かい酒よ、向かい酒。それは二日酔いの時、というか、そもそも、身体に悪いんじゃなかったっけ？酔わないと、やってられない日もあんのよ、息子。バシッと背中を叩かれる、絡んでくるな。それが最後ね。とはいえ、いつものことなので、すでに諦めの境地だ。それでレイちゃんとは仲良くやってる？まあ、それなりに。そっか。心配してたけど大丈夫みたいね。心配？そりゃ姪っ子を預かってるんだから当然よ。無関心の極みだったのに、言うね。あんたたちに任せりゃ問題ないって信じてるのよ。あ、でも同じ部屋で暮らしてるんだっけ？姉さんと母さんは連絡先を知っているので、情報が流れていても不思議はない。姉さんに聞いた。心配なら俺とレイが同じ部屋なのに何も言わないってのも、おばとしてどうなんだ？なーに？手を出す気？いや、そういうのはないけど。そうです。いとこ相手にありえませんよ。お兄ちゃんです。お茶漬けを持ってきた姉さんも断言してくれる。そっか。お兄ちゃんなら大丈夫か？ええ、大丈夫です。姉さんが言うと母さんも納得する。でも、それは一般的に大丈夫という理由になるんだろうか。レイちゃんだからこその心配もあったけど。あら、美味しい。だしをちょっと入れたので。千歳ちゃんの料理はやっぱ最高ね。レイだからこその心配って何が？流されそうになった聞き捨てならない言葉を聞く。ほら、あの子ちょっとマイペースというか、自分の世界を大切にしているタイプでしょ？それはわかる。ここ数日でよくわかったことだ。もともと一人っ子だし、あんまり他の人と生活するって感じじゃなかったの。だからうちに居候したいって聞いた時びっくりしたのよ。うまくいくのかなって。そうだったんですね。一人っ子が同年代の子と生活するってことは今までと勝手が違うから戸惑うと思うの。
でも同じ部屋なのよね。慣れるために荒療治でもしてるのかしらね。荒療治。そうか、一人っ子の霊にとって、今の生活は、俺が想像する以上に、様変わりした世界なのかもしれない。二人としてはどう？霊、いい子だし、今のところ大丈夫だと思う。ご飯も残さず食べてくれるし。そっか。まあ今のところうまくいってるみたいだし、私の心配しすぎかもね。仲良くお願いね。もちろんです。言われなくても、思わず二人でうなずく。一人っ子、か。母さんの言う通り、霊は独立独歩の気質が強く、一人の方が気楽そうに見える。その割にこうして、同じ部屋にいるし、いろいろと手伝いも申し出てくれる。共同生活を合理的に進めるには、役割を持った方がいい、本人は言っていたし、そういうことなんだろうけど。本当に、それだけ、なんだろうか？役割分担を持つ、というだけなら、何も同じ部屋にいる必要はない。なぜ、霊は同じ部屋にいるのか、疑問はそこに集約される。どうかしました？あれこれ考えていると、いつの間にか霊が俺を見ていた。あ、いや、そろそろ寝ようかと思ったから。そうですか。私も寝ます。いつものように、電気を消して隣り合って布団に入る。寝た。あっという間に、霊の寝息が聞こえる。本当に寝つきがいい子だ。合理的。そう、霊がこの部屋にいることの理由は、一番合理的だから、と言っていた。確かに。言われてみればそうだな。この部屋にいることが一番合理的なんだったら、その合理性がある理由がちゃんとあるってことか。おお、言われてみりゃそうや。ハウスダストに弱いと言っていたから、綺麗な場所にいたいというのは合理的だ。でもそこに、おじさんは必要ないやん。でも、俺が別の部屋に行くことは避けようとした。確かに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 。おお。追い出す形になるのが良くない。霊はそう言っていたけど、俺と一緒の部屋にいたかった、と考えることもできる。そして、母さんの予想？考えすぎか？俺といたい、そこまで自意識過剰になれない。でも、俺といることに、合理的なものがあるとしたら、一人っ子の霊が、俺の側にいる。もしかして、ふと浮かんだその仮説。深く考えるよりも前に、睡魔が襲ってきて、夜闇の中に消えていった。お、アナザービュー。ここで？お？夜中起きた。目が覚める。トイレ。暗闇の中でも、さすがに大体の位置は覚えている。ひとまず、覚えるぐらいは馴染んだということ。トイレから戻ってくる。ブー。布団に入る前にふと隣を見れば、重慶が寝息を立てている。これも、多少は慣れた。そっと少し近くまで寄る。蔦町先輩は抱き合って眠っていた。そして、普段も仲がいい、家族のように。そういうもの？障子越しの月明かりに映し出された寝顔を見つめる。おかしな人だ。こうして夜も一緒だけでなく、今日は朝も夕方も一緒だった。
もっと面倒になるかと思っていたけど、私の自由にさせてくれている。ずかずかと踏み込んでくるわけじゃない、悪くない、距離だ。父さんとも母さんとも違う。これがいとこ？それとも、津田町先輩が言っていた関係。私の考えていた合理性と違う。この部屋にいる人とずれ始めている。おでも、それが、兄弟。いいねおはよおはよう、姉さん、早いね。う。おばさん今日早いって言ってたから、先に朝ごはん作ろうと思って。母さん、もう出たの？うん。君のことをよろしくって言ってたね。なんで姉さんに伝えているんだ？息子よりも信頼がおけるからなのかもしれないが。でもおばさん、洗濯していってくれたよ。あ、そうなんだ。お、例の洗濯物問題マジか。それはありがたい。後でお礼の連絡ぐらいしておくか。下着の件があるからね。まだ話し合ってないしな。おはようございます。おはよおはよう。話していれば、例もやってきて朝食になる。う。今日もお弁当あるからね。朝食を食べ終わった後、姉さんが先んじて例に伝える。ありがとうございます。お茶はいただきます。そっか。今日の例は朝のお茶飲みにも付き合ってくれるらしい。湯飲みそういえば、例の湯飲みはお客さんのもののままだっけ？はい、お茶どうぞ。ありがとうございます。そして今日のお茶受けは栗羊羹。これも美味しいんだよ。はい、美味しそうです。栗たっぷりですね。一瞬、寂しそうな顔をした気もしたが、すぐに栗羊羹にご就寝になる。生姜せんべい、やっぱり気に入ったらしい。この栗のゴロゴロ感と羊羹の甘さ、どうして小豆と栗ってこんなに合うのかしら。そして意外と食べられちゃう。そうそう。家庭科部で羊羹を作るのもいいな。後で作り方調べてみようかな。あ、君はもう食べ終わっちゃった？それじゃあお姉ちゃんの一口あげるね。はい。姉さんの分だよ。いいからいいから。美味しいでしょ？美味しい。観念して食べたものの、姉さんの言う通り、美味しいものは美味しい。気のせいじゃないよな。さっきから、霊が俺たちを見ている。いや、の状況なんて、目につくのも当然といえば当然か。俺が目をそらせば、また霊の視線を感じる。霊？何か？いや、どうしたのかなって。何がでしょう？何か、話したそうだったから。別に話すことはありません。はい。ばっさり言われると、それはそれでちと悲しい。ただ、見てます。うん。まあ、姉さんとのやりとり、
気にはなるか？いえ、それは兄弟の行為なのでしょう。気になりません。でも、レイはあっさりそれを否定する。私があなたを見ているのはそれ以外の理由です。そう言ってお茶をすするレイ。俺たちではなく、俺を見ている。いや、俺を見られても。姉さんに疑問顔を向けられるが、こちらもわからない。レイの行動はどういうことだろう。いいね。少しずつ変化していっとる。いつものように進む授業中、受けながらふと隣を見る。隣の黒姫さんは普通に授業を受けている。内容を理解しようとしているのか、たまにシャーペンのお尻を唇に当てて考えている。そういえば黒姫さんも、レイと同じく、一人っ子、と言っていた。宝泉は確か、男兄弟の兄で、フッチーは上に姉がいる。俺も、姉、がいるので、一人っ子の感覚はわからない。おい、おい。振り向いた宝泉が慌てた声を出して、顔を黒板に向けると、歴史教師の困った顔。今の問い、答えてみろ。はい。慌てて立ち上がったものの、聞いてなかったから、答えがわかるはずもない。すみません。ここは聞いてなかった俺が悪い。守護両国性。守護両国性。まあ、あんまりぼやっとしてるのよ。小言を言われたが、そのまま授業が続けられる。ありがとう。今回だけですよ。と人差し指を唇に当てて微笑むと、黒姫さんはまた授業に戻っていった。ありがてえ。どうしたんですか？ぼんやりして。よほど俺が普段と違ったのか、授業が終わると、黒姫さんが声をかけてきた。ちょっと考え事してたんだ。考え事ですか？ほら、黒姫さん前に一人っ子って言ってただろ。はい、そうですね。参考までに、一人っ子の意見を聞きたいんだ。構いませんけど。目をパチクリされる、急な話題だから当たり前かもしれない。この前から、俺の家に10枚が居候してるんだ。一つかで、この学園に通ってる。10枚って言っても、親戚で交流があまりなかったから、ほとんど初対面なんだけど、一人っ子として、いざそうやって知らない人と暮らし始めたら、どう思うんだろう。さすがに同じ部屋に暮らしているとは言えなかった。難しい質問だったのだろうか、黒姫さんが迷っている。一つ聞いていいでしょうか？一つじゃなくても。私、テレビをあまり見ないのですが、ドラマの話でしょうか？言われちまった。いや、俺自身に怒ってる実は。そうですか。そのいとこさんは、蔦町先輩とは違うんですよね。ああ、年下だし。お隣のお姉さんと、同居人のいとこさんがいる？そういうこと。もう一度、黒姫さんが真剣に悩む。やっぱり、ドラマの話ですよね。おい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 、君だってそのドラマの登場人物だよ。否定しづらい。改めて、自分の立っている状況を思えば、そう言われても仕方ない。ドラマの話だとしても、そういう状況って、一人っ子ならどう思うんだろう。
うちの事情だからと強調しなくても、意見を聞く分には問題はない。そうですね。あくまで私の所感ですけど、家に両親以外の方がいるのはきっとすごく不思議な感じだと思います。お父さんやお母さんとも友達とも違う存在、学校でも外でもない場所、どんな自分を見せていいか、どうやってその距離感を縮めればいいか悩むと思います。そうだな。実際、レイとの距離感に戸惑っているのは俺も同じ、かなり頷ける話だ。そして、どんな自分を見せるか。ええ、それぞれプライベートはありますからね。その通り、普通に考えれば、プライベートや自分の時間を作りたいはず。でも、レイは俺の部屋にいる。彼女自身のプライベートを消している。距離感をどうしていいかわからない彼女が、あえてそうしている。距離感をどうにかしたい。どうにかしたい。いいね。その言葉遊び好きよ。その言葉遊び大好きよ、おじさん。そういうの。けど、どう見せてるっていうのは、夕日にも言えることじゃないのかい？昨日、思い浮かべていた。合理的な理由、とも言える。やっぱりそうなのか。名探偵恋おじさん。そう考えれば、今までの彼女の行動にも納得がいく。レイは、俺たちとの距離を縮めようとしていた。何か気づけました？ああ、ありがとう。距離感をつかむってやっぱり、大変だね。学校でだって悩むのに、家だとなおさらだ。ですね。一応距離感を簡単につかめるコツもありますけど、コツ？大した話じゃありません。誰にでも礼儀正しく接すること、人間関係の中で当たり前すぎることです。それもそうだ。ある意味真理だな。そうなんだよな。そうなんだよな。それが正しいんだよな。けど、なんか一枚。そっから先はいけんからね。ある程度のその、近くには寄せれるかもしれんけど、パーソナルゾーンには絶対そういう人たちって入れれんから。いいな。なんか君が一瞬スンと仮面をかぶったようにね。でしょ？確かに、それなら、誰とだって距離は一定に保てる、うまい方法だ。まるで自分のことを言っているようではないのかい？でも、本当に誰にでもそうしたら、他人行儀すぎるかも。お、言われたね。いや、ちょっと思っただけだよ。礼儀正しく接することに、悪いわけがない。軽い調子で言ったつもりだったし、黒姫さんもあっさり流すと思ってたのに驚かれた。なるほどなるほど。つまり私は丁寧に接して他人行儀な冷血女ということですか。そういう意味じゃないって。そうだった。黒姫さんは、同年代でも丁寧に話す人だし、礼儀正しい、そんな人に言う言葉でもない。いいえ、ダメです。怒りました。ごめん。許してあげますけど、これは一つ貸しにしておきましょう。またコーヒーをおごるしかないかな。コーヒーをおごれば済むなんて単純な考え。いいですけど。我ながら安直か。ですよ、もう。ほい、座って、授業を始めるよ。苦笑し合ったところで、チャイムが鳴る。先生が入ってくるので、次の授業が開始する。親密すぎるな。授業を受けながら、隣の席の黒姫さんを伺う。距離感、か。いいね。やっほー、こっちこっち。昼休みに、渡り廊下を歩いていたら、姉さんの声、中庭で、ティータイムを楽しんでいるらしい。どう？一緒にお茶飲まない？それじゃ、
ちょっと待ってて。せっかくの提案なので、受けることにする。靴を履き替え、姉さんの座るベンチへ。いらっしゃいませ。今日はマーブルクッキー作ってきたの。へえ、普通の生地とココアの生地を混ぜたやつだっけ？そう。一つで二つ。それ以上の味を楽しめる優れもの。いただきます。姉さんが、あんをしてくる前に、クッキーを一つもらう。バターの香りと、ココアのほろ苦い味が口に広がる、優しく、食べやすい味だ。うまい。お茶もどうぞ。ほうじ茶を渡してくれる。一口飲むだけで、ほっとする味だ。姉さんの人柄が味にも出ているのだろうか？ね。どうしたの？え？何か考えてるみたいだから。お一番距離感がバグっとる人に距離感の相談なんてできるわけないねんか。見上げて微笑まれる。伊達に付き合いが長くない、姉さんにはお見通しか。すごいよな。なんか、あれだな、ちょっと世代がバレる、おじさんの昔話になるけど、やっぱそのさ、もうブレーキが壊れとるわけやねんか。姉さんある意味ブレーキが壊れとるわけやねんか。人間関係というよりはその、弟関係と、ね。ブレーキが壊れとるわけやねんか。だからあれなのよ。昔ね、ミニ四駆、レッツ&ゴーっていうね、ミニ四駆の漫画があったんだけどさ、そこでさ、直線が速いね、主人公の、マシンがあったわけよ。けど、カーブが多い、コースでは、どうしても、減速するから勝てないってなって、じゃあどうするね。スピードを活かしたいのにカーブばかりで、ダメだよみたいになった時どうしたかって言ったら、コースの横の壁を、壁走りして、そしたらずっとまっすぐやねんか。そういう奇想天外な、策を、生み出した、ものすごい、漫画が昔あったんだけどさ、なんかそれをちょっと思い出したよね。そんなレベルよ。うん。カーブで減速してしまうんだ。どうしようっていうね、その難題に対して、壁を走ればいいじゃない。だったらまっすぐだよ、みたいな。だったらずっとまっすぐだよ、みたいな。なんかその、ね、相手に追いつくには距離が離れすぎていた。どうする？そのコースを飛べばいいんだよ。マグナムトルネードみたいな。そんな気分にさせられるな。人間との距離感姉さんと相談するには無理やろ。デートの距離感をどうするのが良いのか考えてた。ほら。距離感？さっき友達とも話したんだ。一人っ子が同年代が住む家に居候したらどう思うか。一人っ子がどう思うか。そうね。一人っ子だけど隣の家に押しかけとる姉さんからどんな回答が引き出せるんかな。姉さんも一人っ子だが、俺という弟がいるから想像できないみたいだ。戸惑うだろうって友達や両親とも違う存在だから距離感をどうするか悩むだろう。そう話していたよ。ああ、だから。姉さんが納得したように手をポンと叩く。だから今日の朝、れいちゃんが君のことずっと見てたでしょ？興味あるのかなって思ったの。きっと距離感のことを考えてたんだろうね。そうかも。やっぱりレイは距離を縮めようとしてくれてたんだな。とはいえ、自分の世界を大事にするレイに、これから俺の提示する距離感は果たしていいのか。れいちゃんとのこといろいろ考えてるんだ。そら、同居人なわけだし。仲良くなりたい？もちろん、けど、あんまり踏み込んでも良くないと思う。
レイの性格を考えれば、煩わしく思うかもしれない。でも、まずは縮めてみるしかないんじゃない？そうやで。人生なんてそんなもんや。人間関係は何でも一緒。とりあえずやってみて、ダメなら修正すればいいし、嫌ならやめればいいしっていう、そんなもんよ。そんな強引な、なんというか合理的じゃない。我ながら、レイみたいなことを言っている。世の中がそもそも合理的じゃないんだから、計算通りに物事が運ぶわけじゃないんだから、全てがさ。そうね。合理的なことばかりじゃないと思う。でも、それでいいんじゃないかな。仲良くなるには、お互いの最適な距離を試して、考えて決めていくしかないもの。姉さん。姉さん。なのにあなたは。やりすぎたりしても、そこは難しいよね。でも、相手を傷つけよう。そう思ってないなら大丈夫。思ってないでしょ？それはもちろん、じゃあ、問題なし。姉さんが手招きする。俺が近づくと姉さんが抱きつき、いや、抱きしめてくる。もう恒例になってきたな。これで都合何回目？ 1、2、3、4、1、2、3、4、4か5だな。姉さん、中庭の目立つところで抱きつかれた。すごいな。窓めっちゃあるけど。そして、姉さんの柔らかさと香りに、照れが先立って抜け出そうとする。大丈夫。君は大丈夫よ。抜け出す前に姉さんが囁く、優しく、囁いてくれる。力が、抜ける。おじさんは力が入ってるよ。私の自慢の弟だもん。きっと、妹にとっても、自慢のお兄ちゃんになるに決まってる。そうでしょ？大丈夫？大丈夫？温かいものが鼓動とともに、身体中へと広がる。ああ、照れるのに、恥ずかしいのに。今、心はひどく落ち着いている。姉さんは、俺を子供扱いするけれど、勇気もくれる。ありがとう、姉さん。どういたしまして。これを学校のど真ん中でやるってマジやべえな。ここは離れるところじゃない。せっかくだから、もうちょっと、いいでしょ？もうちょっとだけなら。あと5分。そのなんかまんざらじゃないってのはあれなんだよな。あんだけ言っときながら、こんだけ言っときながらまんざらじゃないってのはあれなんだよな。君は本当に。それは超すぎ。なかなか姉さんは話してくれない。でも、腹は決まった。